ブルーブルーアンバサダーの神野あずさです。シーバス修行第5回目、鹿児島にやってきたんですけど、私鹿児島で釣りをするのは初めてで、私の自己ベストが74センチなんですけど、74センチ超えれるような大きいのも狙っていきたいなっていうのと、ヒラスズキが釣れるみたいなんですけど、私はヒラスズキを釣ったことがないので、ちょっとヒラスズキも釣りたいなって思っています。で、今回もいつも通り集中してみんなからのアドバイスを吸収できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでやってきましたね、鹿児島ということで、あずあず修行初の冬じゃないですか。初めての冬のシーバス修行ということで大寒波来てます。めちゃくちゃ寒いです。今ちょっとこの前開けてますが、絶対開けちゃいけないような気温です。でちょっとこれがね不安要素なんですけど、まあでも冬の、鹿児島といえば一つはやっぱ片干しイワシパターン、これについたシーバスがかなり大きい。でシーバスだけじゃなくて青物も、つく可能性がある、すごい夢のあるベイトですね。あとはねヒラスズキなんかも狙ってもらえたらいいかなと思ってます。でね、さらに、鹿児島といえばですよ、テスターさん、日中ちょっと仕事で来れないんですが、夜から合流しますということで、そちらもぜひお楽しみにしていてください。さあ夕間詰めです。はい、突如始まりましたが、片干しイワシいっぱいです。青物狙いましょう。シーバスもいます。シーバスもいますか？シーバスもいますけど、青物も多分います。もう回遊待ちだからね、前触れもなくドンとくると思う。はい。ナブラとかなくても。こういう動かし方で合ってますか？うん。とにかく多分目立たせた方がいい。夕間詰めだからやる気はあるから、見つけたら多分食ってくると思う。私ジャーキングジャーキングちゃんとするの初めてですよ。初ジャーク。おお、てか飛ばすようになったね。ありがとうございます。鹿児島のボーテスターからここら辺がいいよってことで、聞いて見に来たんですけどね、人いっぱいで、こっちも釣りできるっぽかったのでやってみたら、隣に人が早速釣ってるっていうブリを。なので急いで準備して始めました。まあシーバスと青物両方混在してるっていうことなんで、まあ両方ね狙えたらなと思います。まあ、ちょっと足場が高いんでね、ブロインみたいなしっかり潜るタイプのシンキングを使ってます。アザーズがノーマルのブロインで、僕が J ですね。本当はシャロー側の方がこの後暗くなったら絶対良くなってくるとは思うんですよね。ここはどっちかというと出口というか深い側なので、まあ回遊したのをボンって狙う、まあある意味自己的な、あっちの方が少し魚が溜まりそうなので、まあ、ベイトもねその分溜まるんで見つけてもらわなきゃいけないっていう難易度はありますけど、魚が多分比較的ずっといるポイント、ここは入ってくるところなんで、その入ってくるタイミングに合わせてルアーを引いてなきゃいけないような感じだと思います。でっかいの釣りたいですね。なんか青物釣りたい。なんかジャーキングこう動かして釣るあんまりやってないから、なんかジャーキングで釣れたら自分で釣った感があるのかなと思って一生懸命動かしてます。オフショアだと青物キャスティングとか釣ってるんですけど、このショアからルアーで青物に釣るの初めてなんで。ボッコボコではないんだな。さっき回遊のタイミングだったんだろうな。ベイトがちょっと右に浮いてたもんな。
はい加工にやってきました。はい。高橋さんがでっかいブリ釣った後なんですけど、ほい。強力な助っ人を呼びました。小バッチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようござい鹿児島のます。テスターの小町です。よろしくお願いします。強力すぎる。よろしくお願いし協力なのかな。恥かかせないで頑張ります。ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。一番最初ガポットつけてるんですけど、はい最初これ投げてどういう感じでルアー交換していけばいいですか？まずヒラスズキが小さいもので、あとまた上への反応がいいんですよ。あ、そうななんでんです。ここで釣れるのがもうほぼほぼヒラスズキだと思っていいと思うんですけど、はいおーまあ上の反応がいいっていうことで、まず上から探って、まあそこから新編とかでちょっとレンジ入れても全然大丈夫だと思って。はい。そういう楽しみ方をやっていってまあ水深はねそんなないんで、はい、もう結果は早いとこなんで、あ、そうなんですね。いたら早い、なるほどいなかったらダメみたいな感じで、あはい、わかりました。うん平鈴木初めて。初めてですか、はいそうですね、磯って釣れるのとはまた別でね、こうなぎの夜の平続きっていうメソッドがあるんで、はい。ちょっとそれをねお見せできればなと思ってるんで、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ投げていいですか？どうぞ。いきどうぞます。イエーイライト。いいんじゃない？頑張れすごい嫌だなんか。ー。いいよいいよ。やだー。こん中やるの。絶対やりにくいね。めちゃくちゃやりづらいんですけど。そしてなんか自分のルアーがどうなってるのかが全然つかめてない。見えない。これが真っ暗な場所のシーバス撮影の難しさ。めっちゃむず視いんですけど。界がゼロになるのと、ライトプレッシャーを考えなきゃいけないから水辺に立てない。何も見えてない。難易度が2倍ぐらいになる。今平成語かなんか出たかな出たですけど、もしかしたらもうちょい上流にも投げてみたりした方が。角度を変えていきましょうか。はい。で徐々に2、3歩ずつ下流に下っていく感じでいきましょうか。はい。いきます。ちなみにここは出て何本ぐらい出る可能性があるポイントですか？ 3本出たらいいって感じ。ああ、じゃあ2本は出そこそこやっぱこんなに毛ちっちゃくても入ってるうち入ってるんですねそうですね。でもこの時期になってくると本数はまた減ってくるんですけど、サイズはね、割とアベレージが高くなります。どんぐらい出るんですか？あと60とか70とおーか、ランカーも出るんで、マジっすか？意外とですね。めちゃくちゃ引くじゃないですか、こんな小場所で。この気分まあそうですね、まあ勝負早いですよ。めちゃくちゃ回らしそう。お、わお。当たったよし。当たったどうしたらよかったのなんか、まあやっぱねトップなんでミスバイトも多いと思うんでしょうがない。嘘。それに乗り切んなくてよかった。まだ出るかもしれない。これ、どうしたらいいんですか？ももう勝手にガーンってなりますか？そう、うん。なんか、今ルアーがパーンって。パンっていって乗るときはもう乗る。乗らない時はもうしょうがないんだけど、向こう合わせでいいんだけどね。まあかからなかったんでしょうがないやなかったから、パンダ乗んなかっただけ。オッケー。こうやってまだで、まだ全然出ると思う。出ますか？出る可能性はあると思う。か、まあ今の位置を覚えてるならちょっとフォローで沈むルアーとか新編スネコン90とか入れても良さそうですよね。それだけで全然ね違ってきちゃうんで、スネコンでいこうか。スネコン。スネコンで今のあんまりレンジ入れないように流し込んでいく感じ。よし、ゴムは取ってね。これはちょっと沈ませるってことですか？もう今と同じで着水からゆっくり巻けば、はい。ダウンだと多分ほんと20センチ入んないぐらいかな。そんな沈めなくていいと思う。はい。なるべく上で。でも上で。 1枚入れて。対岸のあそこに数えテトラポットが分かるかな、ちょっともう暗くて分はい。かんないかもしれないけど、その対岸の先端先端のはい。ちょっと左ちょっと左。なったに落としてまっすぐ引いてくる感じで行ってみたらいいかも。
うん、オッケーオッケー。早く一匹釣りたいね。めちゃくちゃやりづらいよね。ゴツゴツしちゃう場合どうしたらいいですか？ゴツゴツは対岸の浅いとこ乗ってんのかな。もしかしたらもうそこを吸っちゃってるかもしれないねですね。え、そしたらちょっと竿を立てる。現状上げる。それでもするようだったらルアー交換。でもつかないちょっと深いところがあるはずなんだよね。でそこにいると思うんだ。昼見た感じ、深いところはね、50センチぐらいはありそうだったから。一回ちょっと立ち位置と位置取りと角度を変えてみましょうか。はい。ですね、波が立ってるところはもう浅いと思ってください。ですけど、まあ、この向きに流れが出ていくんで、はい。じゃあそこそうこの投げ向きを重ればいいです。点的に。そう。こう投げたらいいですね。そう、この向き、がいいですね。はい。流れはね、こっちに行っちゃうんで。はい。もう一回ガボッツか、アイザーとか持ってます？アイザー持ってます。フローティングのもので調整していった方がいいかもしれないですね。もしかして。なんかそこついちゃってる気がします。そこついちゃってるかな。さっきアイザアイザーとかありますか？アイザーー125。 120。スネコンだとちょっとこうレンジが入っていかないようにロッドを立てたりと何回かこう立てたりしながら調整しないといけないけど、フローティングのものだったらはい。ただリトリーブを弱めるだけで、あとは浮いてくれるんで、はい。そこはすらなくなると思うんで、そっちの方が合わせやすいかもしれないですね。風が吹いてきたんで結構潮が動き出したかもしれないですね。はい。よし。オッケー。いいとこ入ってる。アイザーで今そこを吸ってる感覚がある？ないないです。あ、はいなら今ちょうどいいかもしれない。およっしゃ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 ナイスナイスやってもうたバレたバレた。いや惜しかったね。うわアイザーー、鱗がついてきた。本当だ、鱗がついてる。起きそうだった。惜しかったね。惜しい。半信半疑でちょっとこう、一旦確かめに行っちゃった。でもその調子、コースが良かった。よっしゃよっしゃ完全に入ったのに。でもいいコース通ってる、いいコース通ってる。なんでなんで？泣くなよ。なんか今ちょっと泣きそうだったから。泣くなよ。なんでこんな。まあね、マリよりバレやすい。ヒラは。目もいいし、口もちっちゃくて、外がかりも多いし、寸前で見切ることもあって、マリよりちょっとむずい。バレる確率は上がるのはしょうがない。今ずっとダウン気味に流してたから、その角度をちょっと横にして、ドリフト気味に流すと、急に乗ったりするから、正面ってめっちゃんすぐそこですよね。そう正面って流なくて。れが右から左で、結構ね、あっちが深いの。はい。この岸と平行に。このぐらいで投げたらいいってことです。あんま右だともう手とだから。はい。まあちょっとずつそれずらしながら。はい。刻みながら。OK。次のポイントの地合いがもう、だったら移動しましょう。そのタイミングはお願いします。お、釣った。手前でいたよ。ごめん、あずちゃん。おお、すごい。そこ釣やっれしたた。
あ、丸だ。丸だ。丸。あれ丸にある。手前丸にある。丸。一投で蹴っちまった。最低。違うんだよ。違うんだ。しっかりあずあずが、あとやってるんで。この足元だった。足元の位置は掘れてる。最後、ほんと目の前。ゆっくり。めっちゃゆっくりめっです。ちゃゆっくり。時々止まるぐらい。ハンドル時々止めるぐらい。ちょっと泳いでピューって。はい。はい。いた。おばちゃん写真撮ってる。うん、いいっすよ。いつも高橋さんが釣って、焦って。釣りますいい。あー、お願い。もう一回当たって。あー、くっそー。うわ思いっきり持ってった。すごい。結構そこの粒子のところ、全然え効いてねえわ。ほんとゆっくりだわ。結構やっぱ手前のその川のはい筋。すごい。うん、でもそんなもん。下手したらもう止めてるぐらいの時に来る。こうやって一瞬さ、プルプルって泳ぐジャンマックとこうやって。でもそれ一瞬こんぐらいにして、一瞬なんか、ルアーがフリーズする時間はい。を作ってあげてもいいぐらい。めちゃくちゃいいとこ連れてきてくれる。あ当たった。ゆっくりゆっくり。お願い。じっくりと。4バイトです。 4バイト。多分最後のもう当たりだったと思う。 4バイトって一発も乗せなかったの？マジで嫌い、高橋さん。本当に嫌い。さあ、3ポイント目はどんな感じなんでしょうか、ここは。さっきのポイントと違ってちょっと足場がちょっと高くなるんですけど、はい。その分水のつかみが良くて、操作感のあるもので、やっぱりさっきと変わらず上からちょっと攻めていく感じで、ベイトも上ずってるんで、はい。そのレンジに合わせて、はい上でさっき割ととうんベイトは一緒ですか？ベイトは一緒です。稲子とちょっとサッパーみたいなのが混ざるような感じですね。はい。やりました。魚種は？はい。魚種は？魚種はここも平鈴木多いんですけど、稀に丸も出るっていう感じな、なるほどそんな感じで、どっちかというと平の方が多いです。はい。ですね。ちょっとルアーは気持ちさっきよりもうんちょっと大きめなルアーをちょっと使っていこうかなとはい。わいう感じですね。かりました。よはい。ろしくお願いします。はい頑張ってみましょ頑張ります。はいでかっ。ガポッチ150。初めてかも、こんなでかいの投げるの。ボートシーバスではビッグベイトやったけど、ショアからは初。ここで真正面に投げていけばいいです。う。真正面からですけど、風もあってあれだけど、ちょっこっちが上流側です。はい。ね、上流に投げて上流側から投げていって、どんどんこう刻んでいく形であ、わかりました。角度を変えて、でまた立ち位置も変えながらっていう感じですね。で徐々に下流側に下っていけばいいと思います。わかりました。ガボツって水面系のルアーなんだけど、はい一応やっぱ抵抗感が分かればいいんだよ。巻いてる感じで重さが分かれば、ガボツの口の広い面で水を受けてるっていうのが分かるかなと思うんで、全然流れてない。しけてるんで流れ出したり止められたりの繰り返しになると思います。溜まって抜けて、溜まって抜けてっていう感じになるんで、おベイトがどんどん落ちてきたおお、わかりやすい。ねライトにびっくりしてるのかもしれないけど、ああ。小鉢先生。はい。その頭につけてるサングラスは夜でも必要な時があるんですか？ただトレードマークみたいな感じでやってるだけです使うことはない。いやほぼないですね照明が明るいなと思ってこんな感じでやあ、ってるかっこいい。何も見えないです一回下流側のライトに照らされてる部分の方ちょっとやってみた方がいいかもですね、この辺から投げたらいいってこと？この辺からですね、飛距離にしなければ徐々に前に出てもいいと思うんで。はい。お出たでかい。出た出たねでかいしかも出ました？出たねしかも今のでかいそうっすね。でかいですよね、多分平鈴木ですね、音も。
おしゃれだ。おっしゃ。食ったよ。ナイス。すごい。ネットどこだ。あった。そっち持ってきます。そうですね。でかそう。まあまあ。うわ。いや今度はちょっちょっと手前一緒のブロックあるんで、ちょっと低いとこ行きましょうか。ガボット150。さすが。次。はい、じゃあ行きます。うわー。すごい。おっしゃー。おっしゃー。懐かしいなこの感じなんか。うわよっしゃ。ー。いい。お、ナイス。やったー。おー、でかいでかい。ガボット、おお、大きい、いいサイズ。すげえ太鼓。すごい。でかい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 。でかいじゃないですか。いいサイズでした。ごめんね、60ぐらいとか思っちゃってたけど。これが平鈴木です。太鼓がすごい。最高すごいでしょ。うわ。よっしゃ。うわー。でかっ。平鈴木です。平鈴木。はあ太鼓すごいですね。太鼓がね、分厚いですよね。高さがあって。鹿児島名物って言ったんですけど、川平って言ってます。川平。はい、川で釣れる平鈴木。でかい。うわ。最高っす。何センチですか。71センチで5ポイント。でか。 5ポイント。5ポイント。今のはどんな感じで釣れたんですか。今もうなんか海の流れがどんどん川の中に入っていって、それがまた戻っていくタイミングだったんですけど、そのタイミングに乗せてちょっとダウンクロスでねかけてたら普通にドパンって出ちゃいました。嫌いです。やっちゃいました。高橋さんに言えって言われましあ、台本にあったんですね。た。台本です。わかりました。いやー、すごい。お見事です。ありがとうございまいやー、すごかった。す。ガボツ釣れるでしょ。大きいので。アンナズがガボッツでこれで釣ったら多分シーバスで釣ったルアーサイズ最大サイズ。最大で。あ、そうか。はい今までなんだろう、そうマックスはなんだアイザーか。アイザーですねアイザー。ガボツ釣ってほしいな。釣りたい。いける。でもね、まだいけると思うから。まだいけますか。うん絶対いけるよし。ということで、あずさんじゃあ初日締めてください。初日。今日の感想と明日への意気込みで締めましょはい。う。はい。どのポイントもなんか魚気があってバイトもあってでもめちゃくちゃ難しくてすごい悔しいので明日はちょっと今日の反省を生かして頑張りたいと思います。よろしくおそうですね。願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様でした。はーい、お疲れ様でしたお。疲れ様でした。2日目です。はい。 2日目の夕方ですね。はい。今日はちょっとだけ、場所を移動しまして、はい。今日雨なんでね、いい場所取れました。はい雨だから。あいにくの雨ですが、でもポイント的にはいいとこ取れたんで期待大じゃないでしょうか。はい。ただこの雨がねどっちに転ぶか、冬の雨なんでいい方向に転ぶこともあれば悪い方向に転ぶこともある。ただね見た感じちょっと濁り出てそうなんで、はい。青物はねあんま真水嫌がるんですけど、はいシーバスは濁りが出てワンチャン良くなるかもしれない。おお。その可能性はあります。はい。どっちも釣れる可能性があるってこどっちもあると思います。はい。はい。ブリも釣れる可能性あるし。ただ、多分昨日よりはここのエリア、ここは多分ブリは嫌がるんじゃないかな。と。川の水が出ちゃってるんで、ちょっとはいわかんないけど、わかりました。やっていきましょう。これからチャンスタイムです。はい。お願いします。はい。シーバス、ヒラが良くなりそうだね。全然色違うもんね。やっぱ川の水影響を受けてない方と影響を受けてる方で。お、ベイト浮いてる、ベイト浮いてる。あ、やってるやってるやってるうわ、。本当だ。さあ、あずあずなら届く。
でもこっち来てるこっち来てる。すごい。あれつうわいてるよ。始まった始まった始まった。届かなくても周りに絶対いるからはい。頑張ろう。おーすごい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 。頑張れ。頑張って何か奇跡を起こして届かせて。昨日高橋さんが釣ったのって何時ぐらいですか？もうちょい後だろうね。6時20分ぐらいだと思う。 6時20分。そんぐらいじゃないかな。6時20分なんかとか半とか。もうだいぶ暗かったから。周りも良かったですよね。まあよかった。だから暗くなるぐらいがいいのかも。今から期待。はい。お？お、何？あペーリングか。魚かと思った。わかるわかる。違う。何か釣れてる。え？魚じゃん。釣れたよ。何？茶丸？え、何これ？茶色丸肌。釣れた。これ茶丸だね。こいつが上にいるんだ。アグレッシブだね。イエーイ、鹿児島初フィッシュ。初フィッシュ。びっくり。やった。おっしゃ。おっしゃ。しゃ。しゃ。おっしゃ。なかなかハードな3日間でした。なんかでも今までのシーバス資料の中では一番なんか魚が出そうというか釣れる気は一番してたというか、なんかすごく悔しいことが多すぎて、やっぱ他の人よりも私はプロに教えてもらってるから、なんかすごくいい環境で釣りできてるなと思うんですけど、その分やっぱり差があるというか、メンタルが鍛えられた鹿児島だったなって感じです。お、釣った。すごいすごいすごい。あ、じゃあサゴシだ。サゴシだ。やった。おいしょ、サゴシ。やったー。すごい。お疲れ様でした。今回も本当にいろんな人に助けられて、小鉢さんにはポイントだったりとか釣り方本当全部いろいろ教えてもらって、ルアーの動かし方も本当に丁寧に教えていただいてすごく助かりました。本当にいっぱい当たりもあったんですけど、自分の力不足で釣ることができなかったので、もう一回リベンジはしたいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。まだまだ頑張ります。ということでお疲れ様でした。ではでは。